ここに一枚の紙があります。昭和19年9月、陸軍が作ったある部隊の戦闘記録です。その最後の行にこう書かれています。同日一八〇〇、全員壮烈なる戦死を遂げたり。全員1200人が3ヶ月戦って全員、そう書いてあります。一ついいですか？それ誰が書いたんですか？その話は最後にします。中国の雲南省、拉孟と読みます。山の上です。眼下に川が流れています。起こる川と書いて土港。その川に一本の吊り橋がかかっていました。橋を渡ると道が続いています。ビルマから中国の奥へ。この道を通ってイギリスの物資が蒋介石の軍へ運ばれていました。日本軍はこの道を切りに来た。だからこの山に登りました。昭和17年の5月です。それから2年、昭和19年の5月、雨季に入る頃です。川の向こうから中国軍が渡ってきます。兵力およそ4万。山の上にいた日本軍は1200人でした。4万対1200。そのうち300人余りはすでに患者です。マラリアと傷。なぜこれだけしかいなかったのか。この山を守っていたのは歩兵第113連隊。福岡で編成された連隊です。昭和13年の5月に軍旗を受けています。その主力は少し前に別の戦場へ出ていました。東越と陛下、どちらもここから遠くありません。そして帰ってきませんでした。連隊長も外にいました。松井大佐、戻ろうとして戻れなかった人です。道がもう切れていた。山に残された1200人を誰が指揮したか。金光少佐、野砲兵の大隊長です。歩兵も工兵も衛生兵も含めた守備隊の全部を大砲の大隊長が預かりました。48歳。そして陸軍士官学校を出ていません。一兵卒から叩き上げで少佐まで上がった人です。6月、攻撃が始まります。記録に残っている数字をそのまま読みます。1日7000から8000発の猛砲撃。山の上の狭い陣地です。そこへ一日中落ちてきます。8月20日の記録です。約4時間連続猛砲撃を加え、火炎を発射しつつ攻撃しきたれり。4時間砲撃が続く。それが止むと今度は火炎放射器で焼きながら上がってきます。砲撃が止むというのは休みではありません。合図です。同じ日の記録にこうあります。守備隊は全員撤下となりて白兵に進意し、前線関東せるも。白兵、銃で撃ち合うのではなく銃剣で刺し合うところまで来ているという意味です。そこまで来てるんだ。この日の夕方4時、関山という陣地を取られます。そして同じ日の夜10時、あちこちの陣地から人を集めて50人ほどの中隊を一つ作り取り返しに出ています。50人取り返しました。翌日また取られます。その夜また出ました。今度は集められるだけ集めて80人。22日の午前3時、また取り返しています。2晩続けて。そしてその日の夜明けです。また砲撃が始まりました。記録にはこう書かれています。死体は類を埋め、土砂崩壊し、遮るべき遮蔽物なく。遮るものが何もなくなった。陣地というのは隠れる場所のことです。それがなくなりました。2
2晩かけて取り返した場所からこの日絶えなっています。どういう気持ちだったんでしょう。弾は届いていません。山は囲まれています。空から落とす以外に方法がない。そして落としたものの多くは中国軍の側に落ちました。はあ、敵に届いてる。守備隊はどうしたか。夜、敵の陣地へ出て弾を取ってきました。口径の合わないものは分解して作り直しています。作り直す。8月9日の夜には決死隊を出しました。敵の砲を壊しに行っています。三砲を3門、12竜を1門、迫撃砲を1門、重機関銃を3丁。壊して帰ってきたんですか。記録には戦果だけが書かれています。それでも足りません。この戦いの後、守備隊に感情が出ました。軍が出す表彰状です。その中にこういう一行があります。ありーは歴跡を投じ、ありーは肉弾爆薬を抱きて敵陣に突進せしむ。あるいは石を投げ、あるいは爆薬を抱いて敵の陣地へ走った。同じ感情にもう一行あります。勝者もまた指揮振るい、銃剣を取り競いて戦線に通ず。傷を負った者も銃剣を持って先を争って前へ出た。別の記録にその人数が書かれています。隻眼、隻手、接客の300猶予。目か手か足を片方失った者が300人余り。この頃、川の向こう側でもこの山のことが話されていました。6月26日、蒋介石が自分の軍の全部に向けて訓示を出しています。敵の総司令官が。中身は自分の軍の戦いぶりを厳しく戒めたものでした。そしてこう続きます。よろしく日本軍の拉孟守備軍あるいはミートキーナ守備軍が孤軍奮闘最後の一兵に至るまで任を全うしあるの現状を範として規律を厳明し命令を貫徹しもって中国革命の必世に帰すべし。あれを見習えと言っています。6月26日です。この山はまだ落ちていません。まだ戦ってる最中に。戦っている最中にです。この山にはもう一つ外から届いていたものがあります。天報です。7月20日、松井大佐から山に残っていた真鍋大尉へ。最悪の場合は軍旗を褒章せよ。軍旗。連隊に一つだけ与えられる旗です。部隊がなくなるときはこれを焼く、そういう決まりでした。8日後28日、同じ人からもう一度命令が来ます。一切の公文書、個人の日記、手紙、天判令に至るまで焼却せよ。手紙も日記も全部焼け。旗を預かっていたのは真鍋大尉、歩兵をまとめていた人です。9月5日、この人は旗を腹に巻きつけていました。竿と竿の先についていた菊の紋章は乙部山と西山の中間の松林に埋めています。布だけ体に。この2日後です。8月の終わりから最後の攻撃が始まります。陣地が一つずつ消えていきます。乙部山を最前線にして、そこから西山までの間に細かく線を引き直しました。頬の抵抗線を構築し持久を作せり。一歩ずつ下がりながらその度に線を引き直す。この頃中国軍は地面の下からも来ています。坑道を掘って日本軍の主陣地の真下まで進めてきました。橋の下。9月5日、西山地区が完全に囲まれます。裏山にいた50人を回してこの日は持ちこたえました。9月6日午後7時、金光少佐が西山で
敵の迫撃砲弾によって戦死します。3ヶ月。指揮は真鍋大尉に移りました。翌日9月7日午後2時、真鍋大尉は埋めておいた菊の紋章を掘り出して別の場所に埋め直しています。なんで埋め直すんですか？わかりません。記録にはそこまでしか書かれていません。午後4時、ある将校が大声でこう叫びました。生き残りの兵隊は水無川まで降りよう。そして本隊に追求するんだ。降りよう。降りろと言っています。ここから出ろという意味です。この声を聞いたのは速水という上等兵です。そして同じ人がもう一つ見ています。陸軍の公式の戦史にはこう書かれています。この日、真鍋大尉は砲兵の塩害の中で軍旗を焼いた。けれど速水上等兵が見たのは違いました。真鍋大尉は旗をたすきのように体にかけて軍刀を振りかざして松山陣地の中国軍に向かって突っ込んでいった。それが速水上等兵の見た真鍋大尉の最後の姿でした。焼いてない。焼けという電報は届いていました。焼いたと公式の戦史には書かれています。見た人は身につけて出て行ったと言っています。どっちなんですか？わかりません。ただその旗がその後見つかったという記録はありません。大尉はどうなったんですか？突っ込んでいったところまでしか書かれていません。その後のことが書かれているのは2時間後のあの一行だけです。最後まで残っていた陣地の名は横又と言います。午後6時、最初の一行に戻ります。晩作つき慎みて軍旗を褒章し、同日一八〇〇全員壮烈なる戦死を遂げたり。全員。けれどその2時間前に降りろと叫んだ人がいます。そして降りた人たちがいました。速水上等兵たちが水無川という川の岸にたどり着いた時、そこに集まっていたのは25人でした。そして降りなかった人たちがいます。山に残っていたのは80人ほどだったと書かれています。その80人が最後の突撃をしました。もう一人山を出た人がいます。木下中尉、野砲兵です。まだ生きていた頃の金光少佐の命令で陣地を出ました。地元の人の服を着て10日かけて歩いています。10日。9月16日、某市という町に着き、味方の部隊に会いました。同じ日、この守備隊にもう一通の勘定が出ています。南方軍の総司令官から金光英二郎個人に宛てたものです。亡くなった後にです。そこにはこう書かれていました。烈烈たる闘魂、崇高なる人格。この勘定は全軍に布告されました。そしてこの戦いを記録した紙には3ヶ月がこの6文字で書かれています。古類関東104道。その頃ビルマの道の上では木下中尉が一人の将校に会っています。誰ですか？松井、歩兵第113連隊を率いていた人です。もうにいた連隊のラモウに帰れなかった連隊長です。そして焼けと撃った人です。この人はそこで自分の部隊の最後を聞きました。道の途中で生きて出てきた中尉から涙を流したと伝わっています。最初の質問に答えます。あの一行を誰が書いたのか。木下中尉はその後師団の司令部へ行き報告をしました。その時手元にあったのは戦っている間に山と司令部とでやり取りされた無線の記録です。陸軍の公式の戦史でラモウについて書かれているのは
20ページもありません。そしてその大半の元になっているのがこの報告です。あの1枚の紙を誰が書いたのかは分かりません。分かっているのはラモーについて書かれたものの大半が山を降りた人の報告からできているということです。あの山に何があったかを今私たちが読めるのは生きて山を出た人が書いてくれたからです。山はどうなったか。9月10日、全員が戦死したと書かれた日から3日後です。アメリカ軍の撮影班がこの道を通っています。その記録にこう書かれています。ブルドーザーが日本軍の陣地を道の外へ押しのけ、道を鳴らして片付けている。近くに統治下として使うために掘って埋めた放棄された日本軍の戦車。3ヶ月守った場所です。3日で。木下中尉は戦後東京で働いています。新橋のお年寄りのための団体で事務局長をしていました。そして2度ラモーのことを書いています。一度は戦記の強調で、もう一度は自分で作った手記で、それは売らずに遺族と関係者にだけ配りました。速水上等兵は毎年9月7日に福岡から東京へ出てきていました。靖国神社へ行くためです。9月7日。1200人が全員戦死したと書かれたその日です。その日に生きてる人が来るんですね。そうです。紙には全員と書いてあります。その紙を書いた人が東京にいて、その紙を読んだ人が毎年東京へ来ていました。紙は嘘をついていません。ただ書ける人しか書けなかった。この戦闘の記録とたどり直した日付は概要欄の蔵に置いてあります。次の1枚も探しに行きます。チャンネル登録とこの動画の高評価がその力になります。どうぞよろしくお願いいたします。